ギリギリだけで何個ぐらいに分かれてるんだろ100ちょっとか。これは春よ来いという北海道産の小麦粉ですね。もち麦やったらそれもち麦をこう混ぜ込んで、さらにモルトパウダーっていうモルトカスを使った生地とか、そういう地域のものとか日本のものをね使っていきたいなとは思ってます。これは、コーヒー生地でアーモンドキャラメルクリームチーズですね。なんかそんなキャラメルなかったです。なんかどっかのありました。ありましたよね。ありました。なんか昔食べた懐かしい味がするようなキャラメルの味。あっさりしたバターなのにあっさりして食べやすい。
見ながら。そうなんですよ。中に入れてるものによって発酵の時間も変わったりするので、シンプルなものだったらすぐ発酵しますしね、冷たクリームチーズとかが入ったらちょっと遅くなったりとか。なんか浮いてるのも可愛い。そうですね。ベーグルはなんで茹でるんですか？でこう膜を張るというか、それで高温で焼くことによってこうギュッとこう閉じ込めて、ああいう食感になるんですね。はい。だんだん時間が経つと硬くなってくるので、焼きたてを急速に冷まして袋詰めすることで、美味しく召し上がっていただけるようにというので、取り入れてます。なんか可愛い形してますね。可愛いですよね。あの形の理由っていうのは何かあるんですか？この形は食感をちょっとこうハードな部分をちょっと多めに出したいと、シュガーのガリッとした部分と合わせてちょっとその食感を楽しんでもらいたいなと。面白いですね。ベーグルの形って決まってないんですね。こうしたら可愛いんちゃうとか思ったらもうすぐやっちゃう。これは抹茶カスタードクリームチーズなんですけど、これに黒豆を入れて抹茶のメロンパンベースになります。
かまた形が違いますね。そうなんですよ。いただきます。いただきます。おいしい。これマヨネーズと照り焼きチキンのタレと混ぜたものです。ソース。トマトソースですね。ちょっとこうスパイスを効かせたピザにもいけるし、カレーの上に上掛けのソースにも使ってますね。ベーグル一本ですか、コメルさんは。そうです。今夏なんで食パンは出してますけど、あと卵サンドは食パンで出してますね。あとはもうベーグルのみです。やっぱりこういろんな楽しみ方をしてもらいたいなと思うから、やっぱりその中に入れるフィリングとか、やっぱりそういうレシピ考える時にはやっぱり楽しんでもらいたいっていうのはすごくあるかなと思いますね。ベーグルしかないからこそ、
と入れたらちょっとこう甘みが。これ何用の卵ですか？サンド用の卵ですね。卵サンドの。どうしてベーグル専門店を始められたんですか？もともとレストランで8年ほど勤めてて、ベーグルをランチに添えてあったんですよ。でそれがすごく美味しくて、まず感動したのと、お客さんからはやっぱりこれ美味しいからもう一回食べたいとかっていう声が上がって、やっぱり自分でもっと材料なんかにこだわってできたらなっていう思いがあって、でそこからですよね。両親もね、結構その食べるものに関してはすごくこだわってたんで、結構それがこう今になって出てくるというか、これは何スープですか？ポトフみたいな、ポトフですね。ポトフ。はい。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しい。野菜がね、玉ねぎがこれまた美味しい玉ねぎやので、
たまたま別所でされてるのを知ってたんですけど、向こうも知ってくださってたみたいで、今日初めてお会いできて、今日初めて会ったんですか。あ、そうご挨なんですね。拶できてよかったです。今日は照り焼きとチョコレートです。照り焼きとチョコレートですか。はい。そうですね。ねえ、大変だと思いますけど頑張ってください。美味しいです。いつもありがとうございます。いつもなんか各地から取り寄せたりされるんですか？あ、しますよ。やっぱりその土地で美味しいものはそこから取り寄せることが多いですね。何ですか？安納芋ってねっとりして美味しいでしょ。スイートポテトに合ってるんですか？いや、ちょっとねねっとりしすぎとんで、ブレンドするんですよ。他の種類と。一番大きいやつついてる。もう入るほなもうこっちやっといて。本当にこのままやったらいい。このままでいいですよね。もうね、安納芋とかそうですよね。これは淡路の鳴門金。この人ベーグルが好きで、もう昔からベーグルをわざわざ取り寄せて食べる人やったから、来てほしい言うてちょっと手伝いに来てもらうところから、今に至って一生懸命やってくれて、こういう面倒くさいことをきっちりやってくれるから、すごく助かって美味しいのが出来上がります。毎年出されてるんですか？そう季節のねこの秋になったら、というちょっとそうです滑らかなねなんかこう感じになってきたら。
ありがとう。私はもうそのクリームチーズ。クリームチーズが好きなんで、オレンジクリームチーズ、クランベリーとか。これありがとうございます。王道のもち麦プレーンが一番好きです。あ、一番、やっぱそのもちもちした食感がいいですね。塩バターが塩バターですか。はい、ここのベーグルだったらなんか食べた後もお腹が重くならないっていうか、美味しくてなんか後も楽っていうか。いらっしゃいませ。いや、今回梨ジャムは初めてやな、この旅。梨は初めて。鳥取の八島っていうところの梨。水分もたっぷりあって、ほとんどお砂糖入れてんもんな。でこの間その鳥取の方まで行って、でいろいろお話聞かせてもらって、なかなかねその傷がいった子たちとか台風とかで落ちてしまって売り物にならないとか、そういうのがたくさん出ることもあるから、そういう時はもうお声かけくださいと。それだけ美味しくなるのに、ねえもっいない、もったたいないですもんね。そう本当に。だから今度リンゴが美味しいリンゴができるみたいなんで、リンゴが楽しみです。梨タルトはもうベーグルに包まれる。レグルに包んでレグルのと一緒に食べてもらう。まだ半分試作段階ぐらいなんですか？そう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 。楽しみですね。ね。梨中心のトモさんが作ってくれたジャム。いただきます。ありがとうございます。美味しいですね、梨が。梨が美味しい。梨美味しいし、全部その3層のバランス味ががね。バランスが最高です。いやうん。ー、このタルトだけで大満足です。ほんまに。
プレーの。ありがとうございます。大丈夫。はい。ベーグルが好きなので。ベーグル好きで。ベーグル、はい。コメルさんは別所にある時に家が近くて、でなんかもち麦とか使ってるなんかそういうこだわってる麺がなんかこう気に入ってよく別所の方から行ってました。今日はなんかインスタグラムで見てこの抹茶のメロンパン、マロンクリームチーズ、これも以前買ってサラダチキンのベーグル食べるのが楽しみですね。ランチにぴったりです。はい。あれがなくなった抹茶が。そう、それを思ったら。本当どっさりですね。いつもめちゃくちゃ買うんです。こっちはね、私の分で、これはちょっとあげたいんです。だいたいみんな食べてくれたらファンになってるので。わざわざ電車で来てくれる人もいやしね。ありがとう。カメルはよろしくお願いします。なんですけど、何かある時にちょっとお友達とかにプレゼントすると、なんか何これってみんなこう衝撃受けるらしくて、やっぱりお店の宣伝にもなるけど本当に美味しくてファンになって買いに来てくれる人たちがいて、なんか私も嬉しいし、すごくベーグルの輪を広げています。何やろ、もうとにかく私大好きです。本当に家族でみんなでこう楽しんでもらえるっていうのがより多くの人にっていう思いが強いので、もっと全国のね人にお届けできるように、はい。自分でもこう何か食べて美味しかったら美味しいなってこうその幸せな気持ちになるじゃないですか。まあそのうちのベーグル食べてもらった時にその瞬間すごいわ幸せってこう思ってもらえることが何よりですね。はい。コメルっていう名前にしたのもやっぱりこう思いを込めるとか愛情を込めてっていうことを忘れないようにっていうのでこの名前にしたんで、やっぱりそれはずっと大事にしていきたいなと思ってますね。はい。でやっぱり毎日何か食べるんであって、その中で例えば誰かにこれを持っていったら喜んでもらえるんじゃないかなとかいうそういう商品をこれからも心がけて作りたいなと思ってます。はい。卵サンドと、塩あんバターサンド、お願いします。
コーヒーの風味を立てるためにインスタントコーヒーの粉を混ぜるんですが、ネスカフェゴールドブレンドでないとダメ。味がもう全然違うんですよ。ベーグルだけでこんだけ焼いた時に美味しいのがこのチョコレートなんです。
店では1ヶ月で売れるベーグルは3000後半ぐらいから5000個ぐらいまで。通販の方が多いので6000から1万個ぐらいまでですかね。こっちは中外チーズ。もりもりの。回収台に包んでから箱詰めしております。パンフレットとあとメッセージカードですね。今これは白あんと混ぜてきなこあんを作ってるとこなんですけども、
がとうございます。ありがとうございました。お客様に優しくて、私たちスタッフにも優しくて、何よりファンに優しい店長だと思います。安心安全で、これをやらなくなってしまったらちょっと松戸ベーカリーではなくなっちゃうと思うので、いっぱい好きなもの買い、本当に1週間分あるから。中種ですね。これが、メロンパンとかレーズンのパンの中種です。三温糖ですね。前日に仕込んでおいた中種です。無色透明なんですけど、パン生地に入れるとしっとり感とかもっちり感とか出て、結構なんか食パンとかもちっとした食感と水分を保持しやすいというか、そういう感じです。
感が僕はやっぱりパリパリしてて、楽しいと思うんで。いいぐらい今日はいい感じで練り上がりました。これから焼いていきます。辛口のソーセージですね。柚子胡椒とマヨネーズ合わせて。
ございます。中種ですね。
計算して大丈夫ですか、一緒に。はい。入れましょうね。はい、失礼いたします。また顔見せに来てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。毎週食パンとか菓子パン、子供たちが好きなもんだからそれを買いに来てますね。とかメロンパンとかね、あんパンなんかも美味しいですね。塩パンとか。大体これはいつも買ってましたね。これコルネっていうの、チョココリちょっとフランスパン柔らかめで、中にクリームが入ってて私は好きなんですよ。店員さんがとても明るくてね、雰囲気が良くて、パンもなんか特別な材料がこだわりがあってね、とても美味しいですね。アグイの塩がそんなしょっぱくないっていうか、塩気はあるけどちょっとマイルドな感じの塩なので、バランス的にはすごいいいと思います。できるだけ自分の美味しいなと思うので、安心で安全なものをっていう感じで、そういう食材とかは選んでやるようにしてます。あとはもうパンとの相性とか、そういったところでの選択になってくると思うので。山椒とチーズですね。取るので。
ベーコンハーフに天気の悪い中ありがとうございます。ありがとうございます。一度娘が買ってきて美味しかったんでいろいろ買いました。カレーパンとまこちゃんたちのコロネ、くるみパンとか、それもあるね。いい感じですね。もうすごい明るくてよかったです。白パン自体は卵、乳製品をまず使わないということと、粉は国産小麦、島マース、本赤と太白のごま油を使って子どもさんが食べてもお母さんも安心できるような配合にしてます。本赤糖は原料としては沖縄産の原料糖を使ってて、甘みがまろやかで味が強すぎない分他の素材を引き立てられる。子供が最初に食べるパンどんなパンがいいですかとか聞かれることが多いので、そういった時はでアレルギーの子たちが今多いので、とてもなのでアレルギー対応にもなってますし、食パン、プチ食パンでしたら安心安全で初めてのパンにとてもおすすめですよということでは、はい、こちらからお伝えしてますね。
されますか？お願いします。かしこまりました。お待たせいたしました。ありがとうございます。元気の折り中ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。孫もいるんですけれど、安心して食べさせられるパンだなって思って、職場の方にもあげたくて、くるみパンとか人数分5個ぐらい買ってしまいました。買ってしまうと1人で3個ぐらいちょっとペロリと食べてしまうのではい、もう美味しくてどんどんいけちゃうパンです。はい、大学2年生になる子がもう小学校の頃からお小遣い持たすと松戸パンで買ってきたとか言ってて、帰ってきたら店主さんの人柄もすごく良くて、店員さんも明るくて、私はもうとても気に入ってますね。ぜひっていう感じですはい、お願いします。ありがとうございます。今日仕事お休みですか？アイスコーヒー一つお願いします。ブラックで。じゃあブラックのアイスコーヒーになります。いつもありがとうございます。ありがとうございました。近所で私は働いてるので週1ぐらいできます。初めて今日気づいて、しょっちゅう来てるのにアイスコーヒーあるの気づかなくて、今日初めて買いました。カレーパンがめっちゃおすすめです。カレーパン。子供たちはこんなコロコロしたクロワッサン生地の甘い感じも大好きで、店長さんもね、千葉の松戸の出身みたいで、名前も面白いですよいつまでも続けてほしいです。今後ともよろしくお願いしますこのぐらいの厚さになりますけどよろしいですか？もうちょっと薄い方。ありがとうございます。これは高い温度で焼いて、でこっちに出てきた時に温度差でこういう皮がパリパリって弾けて、その弾けた音がこうパチ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 いう音になりますね。あまり生地の状態が本当良くないと
こういう音は出ないですね。この音を聞くとホッとします。分かっているのですね。美術長を。もういつもこんな感じで。そうですね、はいアイスコーヒーもよく買いもうほぼ毎日来ていただいてます。ナスのフォカッチャもよく買います。これも買います。ありがとうございます。はい、どうも。アイスコーヒーと、ナスのフォカッチャか、メロンパンもよく買うし、とにかく美味しいので店主さんも優しそうな感じで、レジに立つ方たちも物腰が柔らかい方が多いですね。これからも美味しいパンお願いします。いっぱい好きなもの買い好きなパンがいっぱいあってよかった。ありがとうございます。天気も悪いのにありがとうございますね。ありがとうございます。好きなものがいっぱいあっていっぱい買いました。10個ぐらい買ってる。もっと買ってる。もっと買ってる。いっぱい買いました。コーヒー牛乳買いました今日は。いろいろと種類が多かったですので、また買いたいと思います。よろしくお願いします。あ、お願いします。頼みました。いただきます。仕事帰りの甘いパンとか、営業時間間に合ったらもうすぐ来る感じですね。牛乳も販売しているので、前はなかったんですけど、パンと牛乳をセットで、ご主人がものすごく大事にパンを丁寧に作ってる感じが、このお店の雰囲気と相まってるというか、パンと似たようなご主人って感じです。お願いします。アイスコーヒーも一つください。はい。お待たせいたしました。ありがとうございます。じゃあアイスコーヒーになりますね。ありがとうございます。
します。よかったね、女性室で。やっぱりいいのを使ってるので子供に食べてほしくて、ベーグルがやっぱり外がパリパリで中はもちもちで、チーズもこうふんだんに入ってるんですよ。もうこれでもかってぐらい。それがすごい好きでよく買います。メロンパンをよく買います。他のとこもちょっと行くんですけど、やっぱここに戻ってきてしまうっていうか、このやっぱこっちで買おうかな。味もだし、安心だし安全だし、いつもパンを後ろでこう作ってて「いらっしゃいませ」って大きい声で言ってくれる。なんか本当にパンが好きなんだなっていう優しいイメージがありますね。一生懸命なんかみんなのことを思って作ってるっていう印象があります。いつも美味しいパンをありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一言でまとめるのは難しいですけどもですね、お客様に優しくて、私たちスタッフにも優しくて、何よりパンに優しい店長だと思います。スタッフのことを常に考えて、とても働きやすい職場なので美味しいパンが作れると思います。オープンしてからお客様とお話をしている時に、お子さん向けにこの卵乳製品が入ってないものが欲しいなっていう時に、できるだけ柔らかいもので子供も美味しく食べられる生地にっていうことで、元あった生地から卵を抜いて配合を少しずつ変えていって今の形になった感じです。安心安全で長く食べられるような味と大きさと配合とっていう形で考えてやってます。これをやらなくなってしまったらちょっと松戸ベーカリーではなくなっちゃうと思うので、松戸ベーカリーの土台として大事なものであるので、ここはしっかり守っていきたいなと思います。たくさんの人に来ていただいて、できるだけどんな人が来てもこう食べたいパンが選べるようなラインナップにして、小さいお子さんから年配の方までこれ食べたいなっていうような商品品ぞれにした上で安心安全で食べられるようなものを作り続けていって、お客様が喜んでもらえたらいいかなと思います。チーズバーガーが1つ、アボカドチーズバーガー。アボチが2。正直別格、ここはね。ベーグルだけで何個ぐらいに焼かれてるんですか100ちょっとか。100ちょっと。作りすぎ、あの人。おはようございます。2時半やね。ありがたいことに前回のパン物語の公開以降、お客さん多いのよ。全然間に合わん。そしてこの時間になっちゃったけど、これがもう限界です。無理です。はい、ガチで眠いわ。しゃやろうか。
ベーグル今9種類やってるかな。とベーグルのサンドイッチが4種類。前回の撮影よりどれぐらい作る量は増えましたか？倍以上は作ってるね。もう多分これが僕が作れる限界の数やと思う。やっぱり少しでもお客さんに買ってほしいし、せっかく遠いとこから来てるのに売り切れっちゅうのもね切ないんで頑張って焼いてるんですけどね、それでも間に合わんことがあるんで、まあちょっとでもな。かなりの量作られますよね。そうやね、大体50個ぐらい。50個。焼きりんごのフィニッシュになります。きれいな色ですね。ね、このまま残ればいいけど。アイスコーヒー今から準備します。
ーシャンコーヒーです。ホットも美味しいけどアイスコーヒーが美味しくて、ここシナモンシュガー。ハンバーガー用のサラダ。みんなに見せてください。これはね、黒豆パンです。クッキー生地みたいな感じかな。
証言していた。一回カリッと焼いてから揚げ時間も短くなるし、油が吸わなくなる。さっぱり。すごいいっぱい上がってますね。ちょっとお腹空いていっぱい売れますように。ベーグル茹でます。味も強いだし。よいしょ。ゆでた
たの同じとこ入れていくの。ベーグルを茹でる理由っていうのは？茹でることでアルファ化っつって海苔になるので、そこから焼くとあまり釜伸びしないんで中が詰まった形になって、1個食べると相当噛まないといけなくて、半分でも満足感っていうのがあって、それであまり食べなくて済むからダイエットにいいって言われてる。これはオニオンとチーズですね。ひょっ。だいぶ増えましたか？増えました。めちゃくちゃ増えました。ありがたいことに。何ヶ月か経ってんのに、昨日 YouTube 見てきましたとか、すごいです、反響。よいしょ。町の人がやっぱりみんな新米を求めてる。この近くの農家さんのお米をいただいて。あ、これは？あれ土鍋、ご飯用の。今お米2合を洗って入れました。そしてお水は1合に対して200。これだからこれ1合分。2合だとここまでお水っていう印なんだけど、新米っていうだけでこう幸福感ないね。私も元気に新米食べれるなみたいな、幸せやね。でこれそのまま何も浸してません。なるべく弱い火かけて、沸騰したらこうプクプクとなってくるから、そっから12分。なんか私お料理してる時ってあんまり音楽かけないよ。茶道と一緒でさ、お湯が沸いてくる音とか、音で出来上がる感覚が分かるっていうか、分かる。沸騰してくる感じがなんかしてても、あ、沸騰したかなっていうシュ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 って音が変わるので、料理は音楽ですよ。昆布は沸騰させません。ぬめりが出るので、沸騰直前に昆布をあげて、次料亭でも何でもないので、なんていうのかな、ちょっと炊いて、佃煮みたいにして。
すごい量ですね。なかなか迫力ある。ねえ。ベーグルだけで何個ぐらい焼かれてるんですか100ちょっとか。？100ちょっと。今度サンドイッチが30ぐらい出るんかな。本当にここ最近急に売れるようになって、だからこのベーグル用のショーケース僕作りました。お手製ですか？手製です。ぴったりこのサイズに合うものが欲しくて、もう作るしかないっていうので日曜大工で作りました。別私もうぎゅうぎゅう絞ります。いい匂いするね。あ、汚れた。そしたらほら、これを沸騰したこの音ね、音覚えて。そしたらもうちっちゃくして、本当に29分の曲スタート。うん。でこのまま分解する。はい。いや、もう独立した時から31年前。31年前。最初はやってなかったな。ほんまに見よう見まねで。なんかできるようになったら人の役に立つとね、嬉しいやん。ね。あ、ちょっと失礼。これ美味しくなりますようにで一瞬強火で炒めて、これで蓋開けたらあかんって言うんだけど、私はちょっと水滴を作るのが嫌。ほらこんな感じ、一瞬はい、こっから蒸らします。もうあと10分ぐらい蒸らせば完成。早いね。早い。溶けやすい、これはチョコチップとねっとり系のと2種類のチョコ結構入れます。これでもかチョコしたいような感じするけど、すごい売れた。とにかくチョコ、ちょっとやりすぎチョコ。これをまた行き渡るようにくる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 。はい。今度こういう大きい、さっきのはこれで大きい、ちょっと残りやすいので。クリームチーズを包んで真ん中のカサールのある部分を少し軽めにしておかないと生地が持ち上がらないので、
用意できたら声かけてね。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日お願いします。おはようございます。おはようございます。おはよう。だけポー玉で、はい、あとかぼちゃ、フライ、ああ素敵。なかなかうまったな。じゃあドラメ見ますか？開けますか？見ますか？いい匂いしてんね。ああうまくいった。ああうまくいった。めっちゃうまくいった。熱いよ。いい？はい。ポトン。熱い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 いける。いただきます。美味しい。美味しいな。うん。大きい鍋がないから土鍋にしたけど。うん、こぼちゃを一さじ入れます。ちょっとだけ白だし。サラダ油の代わりにごま油かな。うん、多分ね、火加減の話やあれ。半分ぐらい。ざーっと。色が変わってきた。このぐらい。だいたい今しっかり寄せ。ここからはちょびちょび寄せて、で色が変わったら巻く。ランチョンミートポー玉で使います。ティリリリリティリリリリリ好きやねんこれね、面白いやろ。ランチョンミート
そんなことない。ですね、アシアポートリー。できるだけやっぱり丹波産のを使いたいんで。サンドイッチ。これバーガー用のバンズですか？そうですね。バーガーバンズですね。ええ音やね。パンが歌ってるってよく言うんやけど、僕らはね、これがいっぱいあるといいパンになる。みょうがときゅうりを埋めておいてきました。でさじゃあぬか床屋さんのぬか床でぬか床を育てて自分の好きな味にしていくんだけど、なんとなくしょっぱい。みょうがどう？食べてみる？うん。私みょうが大好きやん。うん。美味しいでしょ。美味しいですね。ね。3番ぐらい入れとこうか。お塩で？うん。お塩して。水分取って、水っぽかったらカビやすいからね。便利。いつもすみません。どうもありがとうございます。ほらこれ塩見さん家の新米。去年小豆を入れてもらってそれで納品したの。一家総出でありがとう。おはよう。おはようさん。おはようございます。おはよう。おはようございます。大丈夫。大丈夫。違うの？いや一緒です。あ、一緒や。色違い。めちゃくちゃ具乗せられるね。何でもボリュームがいい感じに。もうこれ半分食べただけでお腹いっぱいになりますよ。しかもおにぎりの包装をしてて、あ、どこよ。おはようございます。おはよう。8等分、8枚切り。あ、そう
そうなんですか。あ、でいろいろ訂正入ってる。きれい課長凍るとほらきれいに折れてもう入ってこないねん。ハンバーガーと同じソースを塗ってきます。チリソースです。自家製のタルタルのせます。これないと結構もうお客さんも多いんで大盛況。もうびっくりです。もうずっとですわ。今日も行きます。ごめん、お客さんどうぞ。超あった。これだけ。いやー、これだとちっちゃ。ようやく朝ごはんですか。いやー、もう腹減りまくりんや。味噌汁しよう。うわ、超豪華じゃん。超豪華や。いいよ。お味噌汁しよう。いただきます。やっぱりパンじゃないんですね。パン屋やけどご飯とこです。いや、残すと思った。アジフライ。食べた。よー、食べました。良い子です。馬の話。しんど4ドルかな。
会今日めっちゃ多いからサミの方運動会日和でめっちゃ多い最高やんね私あっちからできます。フィッシュです。大玉は一番人気あるんちゃうかな。彩りも綺麗やし、やっぱ美味しそうに見えますよね。3度目ですね。3度目。3番が。これ見てから来たとかじゃなかったですか。このファンのファンなんですよ。ああ、嬉しいわ。今年は3回来てるかな。おすすめの何かいや、通われて。俺はもありがとうミルクフランス。ミルクフランス。はいこんなに。前これ8本ぐらいやってる。これはもう絶品です。ほんまに本当に美味しいです。いや、かっこいいですね。やっぱり。かっこいいっすわ、ほんまに。この窓越しから見させてもらってますけど、で、まあ喋ったらすごく気さくな方で、そういうところがあれかな、魅力の一つかな。いつまでも元気でここでパンを作り続けてほしいなっていう気持ちですね。美味しいパンをいつもありがとうございますと言いたいところですね。ありがとうございました。YouTube 見てはじめ嬉しい。以上で。はい。はい、お待たせしました。お先失礼します。はい、ありがとうございます。こちら控えとレシート。YouTube でちょうど見させていただいて美味しそうだなと思って。あ、本当です。はい。食材にこだわってるっていうのと作ってる時の人間性っていうかそういうところも見えて、職人さんのこう気持ちっていうのが見えてすごく食べるだけじゃなくてそういうところもすごくいいなと思っているさせていただきました。あつこさら。いや、あ、おったおった。場所確保しようし。お願いします。出ますね。おー、あきちゃん。ありがとう。親さん持ってきてくれた。バジル、今珍しいやろ。今幸せ。こんな差し入れが一番嬉しいよね。
まかないにしましょう。はい。はい。ありがとうございます。これは GTR や。これ。よいしょ。これは昨日燻製したベーコンです。これが3日でなくなります。3日で、え、この量ですか？毎週やってる。10キロ。10キロ。重たいわ。ようそんなベタなこと言いはる。自然に出た。よし。うわ、香りがすごいですね。香りがすごいの。じゃあ今日からそう。これ美味しい。はい、2つ。はい。チーズ食って、はい。土曜日やったら何食ぐらい出るんですか？飛んでる日やったら100とか出るんじゃない？一鉄板にもう12ぐらい乗ってるからでめちゃくちゃ忙しい日はその鉄板も全部なくなって途中からバーガーの数バンズの数と数えて最終もうオーダーストップここびっしりここびっしりみたいな言わんとってみたいなこっち置いといていいかな。みんなもこっち置いといて。はい、そうですね。わかりました。今回からは木澤さんは焼かれなんですか？はい。ここずっとあんちゃんに焼いてもらってます。バーガーを焼く技術っていうのをもっとこう広く伝えていきたいんで絶賛指導中。はい、後ろ通ります。はい、ありがとうございます。もう返そうか。はい。はい、どうぞ。
角度はカットじゃないよ。これもこのまま広げていいんですね。あ、いいです。それで。で、 2個いきます。2個いきます。そうそうそう、それぐらいのです。こう。あ、それで、それで。はい。お願いします。はい、全部ハーフカットで、ゴミのです。はい、楽しんでください。ありがとうございます。お待たせしました。美味しそうです。ベーコンチーズバーガーですね。はい、失礼します。レモネードですね。ありがとうございます。ごゆっくりなさってください。奥様の方がチーズがとろりと。どうしてこのバーガーにされたんですか？いやもうベーコンですね。ベーコン作ってるところを見てちょっと食べてみたいです。お肉の味がすごくしてむちゃくちゃ美味しいですね。もうお肉のベーコンとパテの味がすごくしてマヨネーズのアクセントもすごく美味しいです。お茶葉口で食べるんじゃなくて大きい口開けて汚れてもいいからガブみたいな。でチーズとやったらこれはちょっとタコライスっぽいやつ。ベーコンチーズ。アボチは2。ゴミの乗せたアボカド乗せますか？はい、そうですね。蓋で押さえましょう。はい。はい。次パティ5枚です。ありがとうございます。
いきます。チリハラペが欲しいですね。お願いします。はい。ぎこちない。ぎこちない。次コンボ2です。その味のことを思うと、もうこれは欠かせないね。なんかこれ、ちょっともう戻れない。なんか動画も一緒に見られてましたけど。まあ作ってるのどういうふうに作ってるんかなっていうのはやっぱりなんか本当に手間かけてやってるなっていうのは、まあ美味しいでしょうねっていう。どうしたんですか。結構美味しかったです。私はもう一個食べれそう。奥さんもう一個入りそうですか。入りそう。止められました、主人に。気分を高めてきました。千葉千葉研究所さんの動画がすごい。はい、一番です。もう心にズキュンになりました。じゃあまたぜひ次回も。そうですね。近いうちに行きたいなと思って。師匠 YouTube で見て来られました。ごちそうさまでした。また。ありがとうございます。すごい美味しかったみたいで。ありがとうございます。こんな時間でした。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。はい、音が鳴りますのでお待ちください。メニューがございます。とチリチーズとクロワッサンです。どちらもハーフカット。開けます。オーダーです。まあまあなんか和やかな感じで、全然あっちゃん一人で行けるな、ちょっと忙しい金曜日ぐらい。麺いきます。その次ベーコンチーズです。イートインです。さっきにカットのはい。チーズ。いきます。いきます。お願いします。はい。
すいません、楽しんでください。あぎり。いいもん、全部いける。何をご注文されたんですか？チーズですね。バイク仲間。大体友達遊びに来たら、ここはコースにこの感じですね。みんな喜んでくれるんで。めちゃめちゃ来とっす。正直別格、ここはね。いいですね。またこのテラス席でっていうのも開放感がありますね。いい天気ですね。いけます？はい。よっ。ベーコンチーズタルタル。じゃあさっきこれを来た。じゃあ反対向きにしよエリう。はい。タルタル。はい。どんだけ卵好きやねんっていう感じ。これがベーコンチーズ。ありがとうありがとう。エリ玉タルタル。よいしょ。とかせいちゃん疲れてる。聞きながらみたいな。はい。プレートいっぱいですね。うん？プレートいっぱいですね。サンチーズ。ベーコンチーズ。あら。はい、ベーコンチーズハラペ。はい。トミー。はい。これもうできてるから全部。一個一個。はい。ありがとう。3番です。3番ね。はい。結構たっぷりクリームチーズが入ってます。はい、これ2個。はい。はい。これちょっと。
なんていうの、チョコチップ。ベーコンチーズバーガーが1つ、アボカドチーズ。最後の1個。そうです。それが最後だったの。そうみたい。残ってた最後。見る？開ける？そうなんですよ。これがベーグルもっと買いたかったんですけど、本当はギリギリ1個買えてよかったですでも。今日は何きっかけでこちらのお店に来られたのか。このお店はそう YouTube をもともと妻が見つけて、ベーコン食べたいと思って。うまそうだなとでそう。まだ食べてないけどまた来たい。また来たいね。もうすでに。もうすでに。これで多分6やと思うんですよ。ありがとう。パン切ってます。はい。揚げます。はい。ポテト上がってます。はい、ありがとうございます。お願いします。ベーコンがすごい入ってる。すごいすごい、ちょっとすごいね。うまいうまいうまい。これ汁がすごい。ベーコンがうまい。肉汁がすごいね。うまい。うまい。いいですよね、ベーコン。やばいな。自家製だからすごい、だからなんかこだわってるなって感じ。お米を買いたいですよ。先買ってきていい？食べないでね。分かってる。これパパに来てもらう。農家さんもきっと喜びます。私も喜ぶ。ね。ありがとう。はい、ありがとう。気ぃつけてね。はい、大丈夫。大丈夫。はい、ありがとうございました。はい。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。卵1個割って。はい。火を通りますね。はい。
はいテラスです。お願いします。3番です。お待たせしました。うまい。この香りがいい。あ、来てよかった。じわーっと出てくる油と美味しいわ。ありがとうございます。ベーコンたまらない。で、ジューシーがね。美味しかったね。美味しかったまた来ます。また来たいですね。また遠いですけど、お気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最後のベーグルお願いします。はい、かぼちゃのベーグル。こちらは僕がいかがされますか。何食分ぐらいご用意されてたんですか。120ぐらいちゃうかな。120ものの4時間ですよね。そうやな。大体その名前出るときはな、日常茶飯事や。量わからないんです。こんなもんでいいですかね。お待たせしました。ベーコンライスになります。おいでや。はい、お願いします。できてます。お待たせしました。タコライスです。
旨味がいっぱい入ってるもんね。もうお味噌だけでいいかもしれない。こうふわっとするし、このぐらいでよか。ちょっとだけもうお味噌入ってます。これみょうが。じゃあ大きいね。生でも食べれるし、私はお味噌汁に入れて食べたらおそうめんじゃなくてもう具材として入れるから香りが飛ぶからお味噌が溶ければいい。で温める時ももうふつふつしないでお味噌でいいけどお味噌香りこの間見たとこ確かにそうだなと。まだいけんね。そこか。どっちでもいけるよ。つけて焼くっていう人いるけども、私このまま別にそうなんか。はい。ちょっと新メニューになったらいいな。っていうかまかないのやけど。よし。ポン酢が合いそうやね。これオリーブオイルの分。鍋肌醤油。おお、屋台の匂い。万願寺ね、万願寺唐辛子。なんでも私ごま油。ツヤが出る。あ、いい匂い。軽くお醤油味しようかな。猫まんまって言うんやけど関西でいろんなところでなんて言うんやろ。このぐらいをして1、2、3、5回ぐらい。探偵みたい。消しで完成。こんなの食べようか。これ残り物全部持ってきます。よいしょ。いいですか。ありがとうリサ。いいの持ってきて。おお。マジで素敵。めっちゃ嬉しい。美味しそう。あちゃん頑張ったからやったら。いい位置に落ちた。しかもいい位置に脇がなめしきて。おお。こう嫌がってるやつ入ることを。そうそう。ずっといい匂いしてる。下拭く？ああいいじゃん。大丈夫？何を拭く？キャロル。今キャロル。いただきます。やったっけ？チャリ。チャリーは自転車や。ちょっとゆっくりしてから帰りますんで。はい。最高。じゃあね。マジで美味しい。ああ、一番美味しい。美味しい。全部もらおう。ポン酢かケチャ。皆さんも食べてください。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。ほんまありがとうございます。
あっちゃんの歌い方。めっちゃ行きたい。おい、さっきに行きたいんだよ。何食べたの？両方です。あ、両方食べた。タコライスと。ようやく一段落ですか。そうですね。洗い物できるようになってきたから。いやー、難しいことだらけ。やっぱり教えてもらってそれをこう普通にこなせるのってやっぱりすごいなというか、普段からいろんなとこ見とかなあかんなっていう感じがさらにしましたね。三沢さんもそうやし、桃子さんも、さらに元気じゃないですか。で働いてる時間も確実に私たちよりは長くて、もうちょっと頑張らなあかんなって自分でも思いますよね。なんか比べ物にならないぐらいしか頑張れてないんちゃうかなみたいな。まだまだ勉強です。あっちゃんがだいぶ焼けるようになったので、どんどんそういう育てていきたいよね、スタッフたちはね。それで広がっていけば、技術も広がるし、これからどんどん伝承させていきたいと思ってます。しんどいけどな。頑張るべ。